はーい、電吉クラブです。N ゲージ鉄道模型歴45年の間にいろんな車両たちを集めてきましたが、その収納方法についても管理しやすいようにこだわってきました。今回は加藤の A4 ブックケースを材料費50円以下で12両編成が入るように仕切る収納法について実際の手順を追いながらご紹介したいと思います。できるだけ丁寧に説明しましたので動画がちょっと長くなってしまいました。ぜひ最後までご覧いただけますようお願いいたします。今回作るのはトミックスの489系白山の箱です。トミックスの新しいタイプのブックケースです。改良されて変形はなくなりましたが、蓋の根元の可動部がバキッと割れてしまっています。わかりますか？箱の中ですが、12両用ウレタンに入っていましたので、このままでも良かったのですが、出し入れしにくいのと、ウレタンがヨレヨレしていて見た目が悪すぎるので、今まで作ってきたように画用紙とスチレンボードでいつものように作り変えることにしました。今回は以前基本セット、造結セットで購入してきた加藤の181系の箱が余っていましたので、これを使おうと思います。まずダイソーで買ってきた画用紙です。厚切りというサイズを15枚入りで売っています。このうち2枚のみ使いますので、2枚で13円何がし、約15円というところでしょうか。そしてスチレンボードです。カラーボードという商品名で、厚さ 10mm のものと 5mm のものになります。10mm 厚の方は1枚で25箱分、5mm 厚の方は12箱分の材料になるので、両方で15円としても画用紙と合わせて30円。あとは両面テープ代とカッター刃の消耗代、列車名印刷に使う紙代とインク代くらいになりますので、まあ全部足しても材料費は50円以下でできる計算になります。まず画用紙を2枚取り出します。画用紙は縦方向で 360mm 使いますが、横方向は車両の長さによってカット寸法が異なります。最も多い 20m 級車両の場合 145mm でカットしますが、気動車やブルートレインのように 21m 級だと 147mm にしたり、京急のように 18m 級だと 135mm にしたりと使い分けています。念のために加藤のブックケースの内乗り寸法を確認しておきましょう。約 295mm あります。つまり 20m 級用に 145mm で画用紙を切断して2列に並べると間隔が約 5mm 空く計算になります。この場合、仕切りに 5mm 厚のスチレンボードが使えます。21m 級用の 147mm だと2枚の画用紙の間隔は 1mm 程度しかないため、1mm 厚のプラ板で仕切ることになります。1mm の場合は強度を考えて材料はプラ板を使うようにしています。さあ、まずは作業を進めていきましょう。では早速切り出していきます。まず幅 145mm に印をつけます。こちら側にも 145mm の位置を記したら、定規を当ててカッターでカットしてしまいます。この時1回で切ろうとすると定規を当てていても曲がることがありますので、軽く3回ぐらいなぞって切るようにするとうまくいきます。これを2枚作ります。ここで確認する意味でブックケースに合わせてみます。はい、2枚並べて真ん中に約 5mm の隙間ができています。大方狙い通りですね。今回は489系なのでクハ489を置いてみましょう。489系は先頭の長さが中間車より長いので結構ギリギリですね。画用紙は折り曲げて使いますので、まずは折り代になる線を
寸法取りしていきます。まず端から 15mm のところに印をつけたら、そこに定規の0を合わせて、次に 30mm、次に 15mm を2回繰り返していきます。いきますよ。30、15、15、30、15、15、30とリズムよく記していきます。つまり 30mm、45mm、60mm、90mm、105mm、120mm、150mm という具合で最後が 345mm の位置になります。これで初めの 15mm がありますので 360mm の区間に印がついたことになります。反対側も同じように記していきます。そうすると最後に約 20mm の余りが出ますが、ここは不要なのでこの時点でカットしてしまいます。そうしたら今印をつけたところに一箇所一箇所定規を当ててボールペンできつめに線を引いていきます。きつめに線を引きますから定規を持つ左手にもしっかり力を入れて押さえます。そう、このきつめに線を引くが大事です。きつめに線を引くはボールペンが走った部分の画用紙にへこみをつけて後で折りやすくするための工夫なんです。インクはどうでも良いので、もしお手元にインクの出ないボールペンがありましたらベストかもしれません。ここで裏表を考えた場合、電車が乗る方の面に手書き線がない方が綺麗なので、手書き線のない方が表になるようにして折っていきます。そうなるとまず一番外側の 15mm は表側から見て谷折りに折ります。次に 30mm の線も谷折り、一つ飛ばして 60mm の線も谷折り、一つ戻って 45mm の線を山折りに折ります。横から見るとこんな感じになるわけです。この作業を交互に繰り返していくことになりますが、手書きの適度なへこみがこの作業をやりやすくしてくれるというわけです。折り曲げがすべて終わったら裏側からセロテープで留めていきます。この時に車両と車両の壁になるのが 15mm 部分なので、裏側から隣り合う 30mm 同士がぴったりくっつくようにセロハンテープで留めていきます。映像を見てくださいね。2つともできましたらブックケースにセットしてみますね。ほら、こんな感じです。ケースと画用紙の隙間が見ての通り横長に 15mm できますので、ここはスチレンボードで埋めることにします。寸法調整兼外周部の補強にもなるわけです。はじめに紹介したスチレンボードはいろいろなところで使っていますので、このような端材がたくさんあります。10mm 厚の方はその中から寸法を満足する材料を選んで使うことにします。5mm 厚の方はちょうど端材がなかったので新品から切り出して使おうと思います。上側に 10mm、下側に 5mm のスチレンボードを貼ることにしましょう。では寸法を取っていきます。ブックケースの内側寸法は長手が 295mm でした。なので 295mm の位置に印をつけたらカットします。次は深さですが、ブックケースの深さは約 20mm です。そこで僕は若干余裕を持たせて 18mm としていますので、その寸法で採寸します。ここも採寸と同時に定規を当ててカットしてしまいます。厚みがありますので一度に切ろうとしないで 3,4 回に分けると綺麗にカットできるんですよ。5mm 厚の方も同じ採寸でカットします。また 5mm 厚の長さは 300mm なので 10mm 厚の方と同じ長さの 295mm に現物合わせでカットします。そうしたらブックケースに実際にセットして寸法確認を行います。するとほら、今回は内側に少したわみますよね。これスチレンボードが気持ち長いことを意味しているので、こういう時は長さを少しカットして調整します。
こうやって目検刀で1ミリくらいカットします。そうするとどうでしょう。今度はぴったりです。こちらもぴったりです。次は今カットしたスチレンボードをブックケースの内側に貼り付けますが、両面テープを使います。ボードの幅が18ミリですから、僕は15ミリ幅の両面テープを使っています。この両面テープも100均で買ってきたものです。そして両面テープを剥がしたら、この位置に貼り付けます。下側に押し付けるようにしながらセットをしたら、指でギュッギュッとブックケースの内のりに押さえつけて固定します。10ミリ厚の方も同様ですが、真ん中のここを避けて両面テープを貼っていきます。ちょっとこんな感じで印をつけると目安になるんですよ。両面テープの裏紙を剥がしたら、こうやってケースに取り付けます。5ミリ厚の時と同様に下へ押し付けながらブックケースの内のり部分に指でギュッギュッと押さえつけて固定します。そうするとこの内側にさっき作成しておいた画用紙の中敷きがぴったりとはまります。こんな感じですね。これを留めるのはやっぱり両面テープです。計4箇所に両面テープを貼りますが、壁の部分には10ミリ幅、底裏には20ミリ幅の両面テープを使います。まず10ミリ幅から貼りますが、長年のコツというのがあって、作業台の角を使うとこのように貼りやすいんですよ。次に幅広の20ミリを少し内側のあたりにこうして貼り付けます。ここは全くの目検刀になります。貼ったらしっかりとくっつくように画用紙の上から押さえてあげて、もう1箇所こちら側にも貼っていきます。危ね危ね。怪我しないように気をつけてくださいね。これで両面テープが貼れました。ブックケースに仮にセットしてみます。このようにしっかりとこちら側に寄せますね。で、今度こちら側は向こうにしっかりと寄せてセットします。この時に隙間をこう見るんですけど、この隙間にさっきの5ミリ幅のスチレンボードを切り出して挟んでみます。先ほどのボードと同じように高さは18ミリに揃えて切ってあります。長さは現物合わせで印をつけてカットします。実際に入れてみようとすると、ちょっときついですかね。0.5 ミリぐらい隙間を広くすればうまくいきそうです。こういう場合は片側の画用紙を取り出して定規でグッと押さえると壁の部分が寝ますので、目検刀で 0.5 ミリほどカットします。再びブックケースにセットして中壁のスチレンボードを入れてみます。今度は大丈夫そうですね。ではこれで固定したいと思います。画用紙で作った中敷きの両面テープの裏紙を剥がします。4箇所すべて剥がします。さあ、いよいよ貼り付けますが、この作業のコツはまずここの角を合わせることです。ここをしっかりと合わせてから12号車の入る部分を手前の壁に貼り付けたら、次に全体的に向こうにしっかり押さえつけながら貼り込んでいきます。そうすると7号車の入る部分と10ミリ厚スチレンボードの隙間が間隔で1ミリ程度ありそうな感じですが、その程度は誤差の範囲ですので無視して貼り込みます。こちら側は今度はここの隅からまずは6号車の部分を貼り付けて、あとはこちら側に押しながら1号車の方向に向かって貼り込んでいくことになります。曲がらないように気をつけながら作業を進めます。そして貼り終えたら全体をしっかり押さえておきます。こんな感じですね。そして真ん中の隙間に中壁のスチレンボードが入るんですが、これは5ミリ厚なので5ミリ幅の両面テープを使います。こんな感じでこういう風にはみ出さないように3面に貼ります。そしたら裏紙を剥がして奥側からこんな感じで滑らすように中敷きの隙間に押し込みます。そうするとはめやすいですよ。そしたら少したわんだ中敷きの
壁を指先でちょいちょいと直しておきます。こんな感じです。だんだん出来上がってきましたが、この箱は車両を入れてこういう向きに立てて保管することになるので、車両の一方のカプラーの先端が壁に押し付けられる形になります。したがってカプラーを少し浮かしてあげるためにウレタンシートを切り出したこのようなパーツを貼ってつま面で支えるようにします。これは加藤の箱に入っていたウレタンシートをカットして使います。僕はこのように寸法取りしたウレタンシートをあらかじめ作ってありますので、これをカットして使います。15mm×20mm で採寸してあって、ここからここまでで12両分が取れるように準備してあるんです。そのうちの1列を切り出しました。まずは1個を貼ってみますね。この時にカットウレタンが壁になる紙を片側からですが直角になるように支えるよう貼り付けます。車両を入れてみると、ほらこんな感じ。つま面が当たることでカプラーを浮かせ守ることができるんです。なのでこれを全車両分に貼り付けます。ウレタンに両面テープを貼るのですが、10mm 幅のものが良いようです。それを20mm あるウレタンの中心部に貼り付けます。こうですね。ここからが熟練職人の技ですが、カッターをちょっと押してさっと切る。この繰り返しでウレタンと両面テープだけ切って裏紙がつながっている、つまり剥がしやすい状態に切れるんです。こうしてカットしたウレタンを紙が直角に立つように中壁に沿うようにケースの内側に貼っていきます。同じ作業の繰り返しなので一部省略しますが、こんな感じです。ただし489系では先頭車だけわずかに車両が長いので、5mm 厚のスチレンボードを半割りにして先頭車用のクッション材を用意します。そしてここに貼り付けます。保留にした先頭車2両を楽々収納するために、一度貼り付けたスチレンボードの中壁の部分を剥がしてカプラーが当たる部分をカッターで切り込んで逃がしてやります。上のより先頭車のクッション材も薄型にすると連結機むき出しのクハ489がここに楽々入ります。また金沢より、いや直江津よりと言った方がいいでしょうかね。直江津で進行方向が変わります。その直江津よりの先頭車がこれまた楽々入ります。そしてあとはこのように編成順を並べながら箱に収納していきます。こうですね。はい、できました。こうやって保管されることになりますが、列車名が違います。この名前を後で貼り替えます。コミックスのハイグレードシリーズには、ここにこんな素晴らしいイラストがあります。これを貼るようにしています。それから、背拍子のここにも、白さんの顔を貼って仕上げます。列車名もパソコンで作って印刷して貼りました。スリーブの窓からブックケースに貼った列車の系列や列車名などがちょうど顔を出すように貼るんです。なかなかいい感じでしょ。背拍子にも列車名を貼ります。そしてスリーブの背拍子には白さんの顔写真を貼ります。この辺りの箱を仕上げる工作はまた近いうちに改めて動画で紹介いたしましょう。いかがだったでしょうか。材料費は50円もしないのにウレタン製よりもよほど見栄えの良い中敷きができたと思っています。僕はもうこの方法で30年以上箱を作ってきましたので、我が家のブックケースの8割はこの方法で作った中敷きが入っています。12両編成、10両編成以下の列車はすべて1箱1列車に整理できますので、運転会などに持っていく時にもとても便利です。地震で棚が倒れた時も若干の損傷はありましたが、車両たちはほとんど無事でした。それでも壊れた時は自己責任だと考えて自分なりのスタイルを貫いています。僕はとっても恵まれていて、6畳の書斎一間を鉄道模型の趣味の部屋にできています。
こうやって効率よく箱詰めして壁3面に保管してももう収納場所がありません。それだけに収納場所の確保は N ゲージャーの永遠のテーマではないでしょうか。今日は車両用ブックケースの中敷きを材料費50円以下で作る工作のお話でした。N ゲージ歴45年の電吉クラブの工夫です。トライされる方は大歓迎です。ですが、その場合、自己責任の範疇でお願いいたします。次は、セクションジオラマの収納方法を紹介しましょう。セクションジオラマをホコリから守る保管方法にも少しこだわりを持っています。それでは、本日はここまで。またお目にかかりましょう。